赤味噌とネギとマヨネーズ。よし、世界遺産に登録だ。今日はお昼から雨予報。どうも、小麦です。今はギリ晴れてる白様です。梅雨の割には雨が続かないよね。先週の土曜は天気が良すぎてまたピクニックしちゃったよ。向こう側でゲートボールしてるね。おじいちゃんおばあちゃんの楽しそうな笑い声が響いてたよ。おっさんギター弾いてるし。別の東屋では三味線弾いてる人もいた。絵に描いたような憩いの場。帰りにチョコモナカジャンボ食べたら飛ぶほどうまかった。なんでモナカのパリパリキープできるんだろう。森永の案件の種をまいたところで多めの湯種を入れて生地こねタイム。その種発芽しませんね。今回はたっぷり湯種のフォカッチャ。困った時のフォカッチャ感。生地の分量は概要欄へ。このチャンネルではここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉はユネスコ。コメント欄に書いてみて。ヨシヒコルーティーンと生地こねが終了しました。よしいこお疲れ。今日はフォカッチャなのでゆるゆるな生地。成形の必要もないしね。今日も発酵システムを組み立てましょうか。いつものあれだね。まずはボウルに生地を移そう。最近はタッパーじゃないんだね。タッパーは倍量の生地を発酵させるときに使います。そういえばタッパーの時は2段重ねだったな。フライパン湯煎発酵システム作動。おやすみ生地。そして買い物で新鮮野菜をゲット。あれ、イチジク実ってるじゃん。3年ぶりくらいに実りました。たくさん収穫できるといいね。さあ、フォカッチャ作ろう。プルップル。今日は和風フォカッチャ。めっちゃ和風食材。ネギを大量にカットして親の敵ぐらい練り込みます。ねえ、ネギに何されたの？お待たせしました。私のポッドキャスト紹介のお時間です。待ってないけど。今回は今日の午前11時に公開したバターマーガリンコースを完全解決、プラスチックと呼ばれる油というポッドキャストを紹介するよ。マーガリンはプラスチックと同じ成分なので食べると危険だって主張する方がいるよね。昔よくコメントでお叱りを受けたものですよ。叱られてて草。でもね、マーガリンをめぐるプラスチックという誤解の正体は、粘土のように形を保つ化学的性質、可塑性、プラスチシティが由来。プラスティシティがプラスチックに変換されたのか。マーガリンは19世紀フランスの歴史が関わっていることと、さらに日本の最新技術により健康の懸念が低減された事実を紐解いています。技術革新が目覚ましい。そんなポッドキャストの URL は概要欄へ。ババアマーガリン派だもんね。胃もたれしないから断然マーガリン派。そんなこんなでネギ生地完成。ネギ多すぎない？そうしたら赤味噌ペーストを作ります。赤味噌とフォカッチャの組み合わせ合うんだよね。チョロコさんそのまま。ショーウィンドウのトランペット少年みたいで可愛かったのに。赤味噌に砂糖とマヨネーズと合法パウダー。説明しよう。合法パウダーとは塩コショウとコンソメと寿司の粉を合わせたオリジナル調味料だ。
マヨネーズは大さじ5くらい。広報パウダーと砂糖をパラリ。生地に練り込まれしネギの存在感よ。入れすぎなんだって。天板に広げた生地にたっぷりと味噌ペーストを塗り広げる。味噌ペースト熱々ご飯にのせたい。追いネギ。とどめかな。そうしたらチーズをパラリ。パラリのレベルじゃねえな。ごまも必須だよね。やべえ、うまいやつ。焼く前にカットしておこう。いつも食べるときもたもたするしね。そしてペーパー防御壁。絶対に型は買わずにペーパーで代用する心意気を感じる。粋だね。さあ焼かれておいで。おいしくおなり。170度の上下ファンヒーターで45分。さすがにこれだけだと旦那氏からクレームが入るので肉を足そう。鶏胸肉。水晶鶏を作ります。久しぶりだね。撮影以外にもちょこちょこ作ってたから久しぶり感はなかったけど、調べてみたら2023年の12月ぶりだった。3年のブランクあるじゃん。そんなに間が空いてたっけな。ついこの間撮影した気がするけどな。ああ、ほら、もう年だからさ。胸肉の繊維を断ち切るようにそぎ切りにします。0.8 ミリ幅くらいがちょうどいい。アイラップに入れて片栗粉をまぶします。それ、もちとり粉じゃない？
お正月の餅取り粉をやっと使い切った。今何月だと思ってんの？そもそも片栗粉の代用に使えるの？トウモロコシかジャガイモかの原料の違いしかないし、平気平気。みんなはちゃんと片栗粉を使ってね。ほな、茹でよ。茹で時間は 2、3 分くらい。胸肉って結構火が通るのは早い気がするけど、必ずチェックしてね。裂いてみて赤みがなかったら大丈夫。少し赤みが残ってたので、あと30秒加熱。やけどに注意してね。一旦ざるにあげて水洗い急冷したろ。冬は熱々で食べてもいいし、水晶鶏ってオールシーズン楽しめるね。だし醤油液にドボン。氷を入れてキンキンにしてる。夏はさっぱり水晶鶏。何 CM？ うまい。パンを焼いている間はいろんな準備がはかどりますね。長く焼くパンは結構手持ち無沙汰。適当サラダの次は適当スイーツ。適当な人生だ。最近余ったクリームはそのまま冷凍して簡易アイスクリームにしてる。ただ凍らせただけなんだけど結構美味しいんだよね。最近のブームは上にきな粉をたっぷり振って冷凍するやつ。ババアがココアの代用粉末を発見した。最近ココアもチョコも高いんだよね。水晶鶏の残りは旦那のおやつにしよう。おっさん歓喜。冷蔵庫でキンキンに冷やして食べるがいい。そろそろフォカッチャが焼ける頃です。焼けるまでババアの休憩タイム。焼けた。おかえりキジ。焼く前にカットしたとこめっちゃ塞がってるやん。二度手間頑張って。カットした時に立ち上る湯気から漂う味噌の香り。最高だね。
完成しました。赤味噌ネギフォカッチャと水晶鶏。これもう和食。それではいただきましょうか。食べる前からずっと香りが良くて辛い。焼いた味噌の香りってもう狂気だよね。カットしたところから綺麗に取れて嬉しい。いつもここでもたもたしてるもんね。私だって学習するんです。遅くない？いやこれやばいって。これは美味しいに違いない。もはや世界遺産に登録すべきレベル。無形文化財。京料理、加賀料理、味噌フォカッチャ料理みたいな。どこの国で登録するつもりなんだろう。赤味噌フォカッチャと水晶鶏美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？ユネスコ、バイバイ。